皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。まだ基礎の説明が残っていますが、これらの話は後で少しずつ追加していくことにし、この動画から第2章に入ります。本章の表題はべき乗速型式です。これは反応速度の記述法の一つであり、化学反応を含むシステムにおいてよく用いられています。べき乗速型式は質量作用の法則に基づくため、本章の最初の話題として、質量作用の法則について数回に分けてお話しします。今回の動画では次のことがわかります。一つ目は、質量作用の法則とは何かということです。二つ目は、質量作用の法則によれば、なぜ反応速度を反応物や生成物の濃度のべき乗の積で表すことができるのかということです。ただし、この理由の説明は長くなるため、今回と次回の動画に分けることにします。質量作用の法則とは何でしょうか。これは本来、反応物と生成物の濃度が化学反応の平行状態へどのように関わるかを表す法則です。1864年にノルウェーのボーゲとグルベルにより提案されました。1式のような可逆反応を考えましょう。質量作用の法則によれば、温度が一定であるとき、平行状態において各反応物の濃度のべき乗の積と各生成物の濃度のべき乗の積の比が一定になります。すなわち2式のような関係が成り立ちます。質量作用の法則は本来平行状態について述べたものでしたが、現在は反応速度を記述する際の一般的な法則として利用されています。例えば、質量作用の法則によれば、3式の不可逆反応の反応速度 R は4式のように書かれます。よって、1式の可逆反応に対する反応速度は5式のようになります。ここで、右辺の第1項は正反応の反応速度を、第2項は逆反応の反応速度を表します。また、Kf、Kb はそれぞれ正反応、逆反応の速度乗数を表します。5式を Kf でくくり、6式のように変形します。平行状態では反応速度 R は0なので7式を得ます。ここで Keq を平行乗数と言います。この値が大きいほど反応は正反応へ傾いたところで定常状態になります。ここまでの話でお分かりかと思いますが、反応速度に直接関係するのは反応物や生成物の濃度なので、法則の名称は質量作用の法則ではなく、濃度作用の法則の方が良いように思います。それにもかかわらず、なぜ質量という言葉が使われているのかというと、本法則の提案者らが濃度を反応物の活性質量と表現したからです。質量作用の法則では、反応速度が反応物や生成物の濃度のべき乗の積に比例する形で速度式を表します。これはなぜでしょうか。この理由は、これまでに私が読んだどの本にも明快に書かれていませんでした。質量作用の法則を学んだ人は、反応速度式はこのように書くものであるとして、そのまま受け入れているようです。
これからは私の解釈です。話が長くなるので、解釈の内容はこれと次の動画に分けて説明します。まず、両論係数が1の反応物 A、B が8式のように反応する場合を考えましょう。質量作用の法則によれば、反応速度は次のように表されます。なぜでしょうか。今、体積 V の空間にある時刻に反応分子 A が5個、B が3個存在するとします。これらの分子は空間に均一に分布していますが、分かりやすくするため、図のように A、B を縦にそれぞれ一列に並べ、各分子に番号をつけます。ここで分子 A と分子 B の組み合わせを考えてみましょう。今、分子 A の A1 は分子 B の B1、B2、B3 と反応する可能性を持つことがわかりますね。もちろん、生成物は分子同士が衝突した時のエネルギーが活性化エネルギーを超えた場合に生じます。分子 A の A2、A3、A4、A5 についても同様の組み合わせが可能です。結局、A と B の分子の組み合わせの数は 5×3 イコール15通りになります。この数は時刻 t において A と B の分子が反応する可能性の数を表しています。反応速度 R は樹式のようにこの組み合わせの数 NA×NB に比例すると考えられます。一方で反応の起こりやすさは空間の分子密度、すなわち濃度に大きく依存するので、10式を11式のように変形します。ここで L はアボガドロ数です。11式へ反応速度乗数 K を導入すれば、反応速度は12式のように表されます。すなわち、両論係数が1の反応物 AB が反応する場合、反応速度は濃度 A、B の積に比例することになります。このことから、A、B 分子の組み合わせの数、すなわち時刻 t において A、B 分子が反応する可能性の数を考えれば、質量作用の法則による反応速度の表現をうまく説明できそうです。次に、13式のような両論係数が1である A の反応を考えましょう。質量作用の法則によれば、この反応速度式は14式のように与えられます。反応速度は濃度の一次に比例するので、この反応は一次反応と呼ばれます。一次反応の代表的な例は、15式のような酢酸一ルの加水分解です。本反応は酸の存在下で加速され、酢酸とエタノールを生成します。質量作用の法則によれば、反応速度 R は16式のように与えられます。しかし、水は酢酸一ルに比べて大量にあり、その濃度は一定とみなすことができるため、本反応は近似的に一次反応となるのです。ここで K1 は一次反応の速度乗数を表します。次の例は酵素反応です。反応が17式のように進むとき、反応速度 V は18式で表されます。この式は、酵素濃度 E は基質濃度 S に比べて十分に小さいという仮定の下で導かれています。
今、基質濃度 S が見返り数乗数 Km よりも十分に小さいならば、本反応は重式のように近似的に一次反応とみなすことができます。これら2つの反応例の共通点は、関係する2つの反応物のうち片方の濃度が一定であると近似でき、これにより一次反応となることです。議論を元の反応へ戻しましょう。13式の反応模式に対して、なぜ反応速度式は14式のように与えられるのでしょうか。前と同じように、体積 V の空間に反応分子 A が5個存在すると仮定します。これらの分子は実際には空間に均一に分布していますが、分かりやすくするため、図では分子を一列に並べており、各分子には番号をつけています。この反応では、A のすべての分子が時刻 t において反応に関わることができることが明らかです。よって分子数 NA は5個です。反応速度 R は20式のように反応に関わることができる分子数 NA に比例すると考えられます。一方で、反応の起こりやすさは空間の密度、すなわち濃度に大きく依存するので、20式を21式のように変形します。今、21式へ反応速度乗数 K を導入すれば、反応速度式は22式のように与えられます。すなわち、両論係数が1で A のみが反応する場合、反応速度は濃度 A に比例することになります。最後に残されたのは、両論係数が1ではない反応です。質量作用の法則によれば、反応物が A のみの反応模式、すなわち23式に対して、反応速度は24式のように書かれます。また、より一般的な反応模式、すなわち25式に対して、反応速度は26式のように書かれます。それではなぜ反応速度はこのようなべき乗則型式で書くことができるのでしょうか。これについては次回の動画で説明します。今回の動画では、べき乗則型式、質量作用の法則その1をお話ししました。その内容をまとめます。1、質量作用の法則は本来平行状態において各反応物濃度のべき乗の積と各生成物濃度のべき乗の積の比が一定になることを表すが、現在は反応速度式をべき乗則型式で表すことに用いられている。2、質量作用の法則に基づく反応速度は、両論係数が1の A と B が反応する場合、時刻 t における A と B の分子の組み合わせの数に基づき表すことができる。3、質量作用の法則に基づく反応速度は、両論係数が1の A が反応する場合、時刻 t における A の分子数に基づき表すことができる。4、両論係数が1ではない反応については次回の動画で説明する。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。